はい、皆さん、こんにちは。今回は動画パート2ということで、パート2の目標はですね、とりあえず自作のモデルを動かせるようになることです。ブレンダーでモデルを調整して、UE4 で顔を動かすところまでをやっていきます。はい、まずはブレンダーでの設定をしていきましょう。まず UE4 にモデルを持っていく際にですね、ルールが何個かあるんですよね。で、そのルールに従っていかないとめちゃくちゃエラーが出ちゃうっていう、そういう状態になってしまうので、それらを確認しながら、調整していきましょう。まずルール1個目ですね。ルール1つ目はアーマチュアの構造に関することです。UE4 ではルートボーンは1本までっていう制限があります。ルートボーンが複数ある構造はダメらしくて、UE4 にインポートするときにルートボーンを1個にしてくださいよっていう、エラーですね。エラーが出て、インポートできないんで、ブレンダーの方でそれを修正していきます。まず皆さんのモデルがルートボーンを何個持っているかっていうのを確認していきましょう。まずですね、このアウトライナーのアーマチュアっていうのを探してもらって、この三角のタブを開きます。で、三角のタブを開くともう一個アーマチュアってあるんで、それも開きます。で、そうするとここから下にボーンの階層構造が表示されるんですが、このアーマチュアのすぐ1個下のところの階層にボーンが表示されているのがわかりますかね。で、この表示されているボーンがルートボーンです。で、このボーンが一番大元のボーンで、ここからさらにタブを開くと、その次の階層のボーンが表示されます。で、今回の今の例では、ルートっていう名前のボーンが1本だけ表示されてるんで、ルートボーンは1本だけで、このモデルはセーフっていうことになります。逆にですね、この例のように、ボーンが2つ表示されている場合はアウトとなります。で、もし皆さんのモデルで確認してもらって、こんな風に2個かそれ以上あるかもしれませんが、ボーンが表示されていた場合はアーマチュアを選択してもらって、編集モードに行ってもらって、この右側のタブから、ボーンプロパティを選んでリレーションズってところのペアレントに親のボーンを設定してあげると、ここの階層が変わってここから表示が消えてくれます。で、例えばですね、私のキャラクターの例でいくと今 IKARMR っていう、右腕の IK 用のボーンが、親が設定されてないせいで一番、大元のここの階層の位置に来てしまってるんですよね。なので、このペアレントっていうところからルートと選んで、ルートボーンを選択すると、このルートっていう名前のボーンの、下の階層に移動してくれるので、こんな感じで、ルートボーンが1本だけになってエクスポートできる状態になります。どうすればいいのかわかんないよって方は、こんな風にモデルの原点にですね、こんな感じで1本ボーンを追加してもらって、親になってないボーンのこのペアレントの設定に追加したボーンを設定してあげると、親のボーンが最終的にこれ1本だけになると思います。そんな感じでこのアーマチュアの1個下のところですねの階層にボーンが1本だけ表示されるようになれば OK です。次に
ルール2つ目なんですが、ウェイトに関することです。で、ウェイトは必ず設定しましょう。エクスポートしたいパーツには全てに、必ずウェイトを設定しましょう。ウェイトを設定しないとですね、当たり前なんですが、UE4 でキャラクターのボンを動かした時に、動かなくなりますよね。で、それにさらにですね、ウェイトを設定したものと設定していないものを同時に UE4 の方に持っていくとですね、ウェイトを設定していないものがインポートできないっていう、仕様があります。なので、持っていきたいパーツにはですね、必ずアーマチュアモディファイアをつけて、ウェイトをしっかりと設定しましょう。で、このバッジみたいに、ほとんどもう変形とかしなくて、一つのボーンに追従するような、例えば頭の回転に合わせて、このバッジも動くみたいな感じにしたいときはですね、このオブジェクトデータプロパティを開いてもらって、この頂点グループでプラスを押して、追従させたいボーンの名前を入れます。で、このウェイトがですね、1になった状態でアサイン通すと、この選択した頂点すべてに、このヘッドっていう、この名前に対応したボーンのウェイトが乗るんで、こんな風に、ウェイトペイントを使わなくても簡単に、ウェイトを設定することができます。はい、で、ここまで2つのルールを確認してきましたが、これらのルールの設定が終わったらですね、今度は表情用のシェイプキーを作っていきます。で、このシェイプキーにもルールがありまして、ですね、ライブリンクフェイスの方で決められた規則にのっとって、シェイプキーを作っていきます。で、ライブリンクフェイスのアプリを起動するとですね、画面の前にずらーっと名前と数値が表示されてると思うんですよね。これはですね、この顔の動きをパラメータ化してるんですけども、そのパラメータに応じたシェイプキーを、作っていきます。で、画面を見てもらえばわかる通り、めちゃくちゃいっぱいパラメータあって、50種類以上シェイプキーを設定できるんですけども、めんどくさいですよね。めんどくさいと思った方が大半だと思います。なんですが、すべてを設定する必要があるわけではなく、欲しい動きだけ設定することもできます。で、例えばですね、私の今動いてるキャラクターはですね、大事だと思った、13種類のシェイプキーしか設定してないんですが、こんな感じで割と問題なく動いてくれますね。アニメキャラクターは少なくても大丈夫だと思います。パラメーターの中には、顎が横に動いたかとか、前に動いたかとか、そういうもう変顔専用みたいな、変顔の時にしか使わんやろっていう、そういうパラメーターもあるんで、そういうのを除いていけば、十何種類ぐらい設定すれば、いい感じに動いてくれます。で、そのシェイプキーはですね、普通にシェイプキーを作るときと同様に、このオブジェクトデータプロパティのシェイプキーっていうところで、プラスを追加して、どんどん、編集モードで作っていくんですが、で、その作ったシェイプキーの名前にもですね、規則があります。その規則通りに名前を入力しないと、ライブリンクフェイスのパラメータと連動して動いてくれないっていうことになります。で、その名前の付け方に関してはですね、その名前の付け方をまとめた表を作ったので、それを概要欄からダウンロードできるので、それを見ながら設定してみてください。一個だけこんな感じで設定するよっていうのを説明するとですね、例えばパラメータの中に顎を開く上オープンっていうパラメータがあるんですよね。なので、それに応じて、口を開くシェイプキーを作ったとします。
で、そしたらですね、その口を開くシェイプキーには、その上オープンっていうパラメータに対応した名前である、上オープンっていう名前をつけます。小文字と大文字の判別もあるので、しっかりと表を見ながら、確認していただければなと思います。で、このシェイプキーに関して、一つまたルールみたいなのがありまして、シェイプキーを設定したモデルにモディファイヤーが残っていると、エクスポートの際にですね、モディファイヤーが強制的に適用されるんですよね。で、その強制的に適用された時にシェイプキーが消えてしまいます。なので、シェイプキーを設定したメッシュにはアーマチュアモディファイヤー以外のモディファイヤーがない状態にする必要があるんですが、ブレンダーってシェイプキーを設定した後にモディファイヤーを適用することができないんですよね。なので、普通であればシェイプキーを設定する前にモディファイヤーを適用する必要があって、もしモディファイヤーを残した状態でシェイプキーを作ってしまった場合は、もう一回最初からやり直しっていうことになっちゃうんですが、それを解決してくれる素晴らしいアドオンがあるので、紹介します。名前はですね、ShapeKeys Util っていう名前で、このアドオンを追加すればですね、シェイプキーを作った後でもモディファイヤーを適用することができます。例えば、このキャラクターの顔ですね。このキャラクターの顔には、このようにシェイプキーが設定してあって、さらにモディファイヤーも残った状態です。この状態で、サブディビジョンサーフェスですね、を適用しようとしても、こんな風にエラーが出ちゃってダメなんですが、先ほど紹介したアドオンを入れるとですね、こんな感じに右クリックのメニューに、このような新しい、項目が追加されて、この Apply Modifiers っていうのを押すとですね、無理やり適用してくれます。もちろん、こんな感じでシェイプキーも残った状態になります。このアドオンはめちゃくちゃ便利なので、ぜひ入れてみてください。シェイプキーを設定したパーツですね。例えば顔以外にも、まつげとか眉毛とか、そういうのは、アーマチュアモディファイヤー以外はしっかりと全部適用しておくようにしましょう。逆にですね、例えば服とか、シェイプキーを設定しないパーツには、普通にモディファイヤーを残してもらっても大丈夫です。で、1個どうでもいい小ネタなんですが、この方線を設定するデータトランスファーっていうモディファイアなんですが、これに関してはシェイプキーを設定した後でも普通に適用できます。で、シェイプキーの設定も終わったら、ここからエクスポートの作業をしていきます。今回は FBX ファイルに変換していきます。で、このエクスポートの時にですね、1個アドオンを使っていきます。アドオンの名前は X4UE という名前で、ブレンダーから UE4 にモデルを移動するときに大きさが変わってしまうっていう問題があるんですが、それを解決してくれるアドオンになります。そのアドオンを入れてもらった状態でですね、エクスポートしたいモデルと、アーマチュアを選択してもらって、左上のファイルのエクスポートからですね、FBX4UE4 っていう、項目が追加されてるんで、そこを押して通常通り名前をつけて、エクスポートと押せばエクスポートが完了します。ここからは UE4 で作業をしていきます。まずはですね、新しくプロジェクトを作ってもらって、サードパーソンテンプレートを選んでプロジェクトを開くと、このような画面が出てきます。で、下にですね、コンテンツブラウザーっていうのがあるんで、
ここでフォルダーを作ってもらって、このフォルダーを開いて、この中に先ほど作った FBX ファイルを入れていきます。作った FBX ファイルをドラッグ&ドロップして、そうするとですね、こんな感じの、FBX インポートオプションズっていう、インポートの設定画面が出てくるんで、ここを設定していきます。まずですね、一番上、スケルタルメッシュっていうところに、チェックを入れます。最初から入ってると思いますが、チェックが入ってるかどうかを確認してください。スケルタルメッシュっていうのは、アーマチュアを設定したメッシュかどうかっていう項目です。ここのチェックを外すと、アーマチュアの情報がなくなって、そのメッシュ単体のデータとしてインポートされるようになります。で、次にインポートメッシュなんですが、これはですね、メッシュですね。モデルの形と言ったらいいんでしょうか。それをインポートするかどうかのオプションで、これにもチェックが入ってるか確認してください。で、ちょっと下行くとこの下の矢印みたいなのがあるんで、これを開いてもらって、その中にあるインポートモーフターゲッツっていうのをチェック入れます。ここにチェックを入れると、モーフつまりシェイプキーをインポートしてくれるようになります。で、あと、もし、キャラクターにカスタム方線を設定している場合は、ここのノーマルインポートメソッドっていうところで、インポートノーマルでやると、カスタム方線もインポートしてくれます。で、これらの項目を設定し終わったら、インポートを押します。はい、こんな感じでインポートされると、このようなメッセージログっていうのが表示されます。このメッセージログに何かエラーが出てなかったら、ちゃんとインポートできたということになります。で、このメッセージログは消して、このコンテンツブラウザーに、追加されたものが、その FBX のインポートしたデータですね。まずこのピンク色の、下線が引いてあるやつは、スケルタルメッシュといって、モデルの形の情報ですね。で、このオレンジの下線のやつが、フィジックスアセットって言って、これは、コリジョンの設定ですね。今回は使わないですが、そういうものが追加されます。で、その次にこの水色の下線がスケルトン、アーマチュアの情報ですね。で、その他のこの丸いやつは全部マテリアルです。で、私みたいに、オブジェクトごとに一個一個マテリアルを設定してると、こんな感じでめちゃくちゃマテリアルが、追加されちゃうんで、もっとスッキリさせたい方は、テクスチャにして1個にまとめるとか、そういう作業をしてもらうといいかと思います。ではまずですね、シェイプキーがしっかりとインポートできているかどうかを確認してみましょう。このピンクの下線のスケルタルメッシュを開いてもらうと、このような画面が出るんで、この右側にあの時のサンプルキャラみたいに毛布が表示されてれば OK です。で、ここの数値を変えてもらうとですね、こんな感じで、ちょっと今シェーダーをコンパイルしてますが、こんな感じで、口を開いてくれたり、設定した動きの通りに動いてくれれば OK です。では、ここからですね、シェイプキーとライブリンクフェイスのデータを連結させて、リアルタイムで顔が動いてくれるように設定していきます。まずですね、プラグインが必要なので、プラグインを入れていきます。このセッティングっていうところのプラグインズっていうのを開いて、右上の検索のところでライブリンクと検索してもらって、ライブリンクっていうプラグインをイネーブル、プラグインを追加します。で、他にですね、
AR キットと検索してもらって、Apple AR キットと、Apple AR キット Face サポートにもチェックを入れます。で、そうすると、下に再起動してくださいっていうのが出てくるんで、これを押して再起動します。セーブコンテントは、セーブしてください。これで、必要なプラグインは入れることができました。では次にですね、キャラクターの顔を制御する、アニメーションブループリントっていうものを作っていきます。先ほど作った、フォルダの中に入ってもらって、このピンクの角線のスケルタルメッシュを右クリックします。で、一番上にクリエイトっていうのがあるんで、ここでアニムブループリントっていうのがあるんで、これを押します。で、そうすると、こんな感じでちょっと濃いオレンジの下線の、アニメーションブループリントっていうのが作られました。で、これを開いてみます。で、そうするとこのような画面が出てくるんで、ここの一番真ん中の、ここノードを追加する場所なんですが、右クリックをして、ここの検索でライブリンクポーズと入れます。で、出てきたライブリンクポーズを選択して、ノードを追加します。このノードがライブリンクフェイスに表示されているパラメータと、設定したシェイプキーの連結をもう自動でやってくれます。これ1個で。で、この人型のやつを、つなげて、で、このライブリンクサブジェクトネームというところに、自分の iPhone の名前を入れます。で、自分の iPhone を選択してもらって、コンパイルと押すと、おそらくキャラクターがもう顔に応じて動いてくれるはずです。ちょっと白なんで見にくいんですが、こんな感じで、キャラクターが動いてくれました。全部白なんでちょっとあれですね。ちょっと奇妙な感じですが、とりあえず動いてくれました。で、このままだとですね、プレイボタンを押した時に先ほどのキャラクターを表示することができないんで、このサードパーソンブループリントを、そのまんま使ってキャラクターを表示させていきたいと思います。コンテンツブラウザで、コンテンツっていうところに戻って、サードパーソン BP を開きます。で、その中のブループリンツっていうのを選んで、サードパーソンキャラクターを開きます。で、ここのビューポートを押してもらって、左側にメッシュっていうところがあるんで、ここを押します。で、右側にもまたメッシュってあるんで、ここに自分のキャラクターのメッシュを入れます。で、その上にあるアニメーションってところで、さっき作ったアニメーションブループリントを入れます。あとは、このカメラブルームで、カメラの距離なんかを設定してもらって、コンパイルとセーブをして、プレイを押せば、こんな感じで、とりあえず動いてくれました。今回の目標である、キャラクターの顔を動かすという、目標はこれで達成です。なんですが、正直このまんまだと、全然何にも嬉しくないというか、ちょっと気持ち悪いですよね、白のまんまだと。なので、次の回ではですね、キャラクターのマテリアルの設定をしていきたいと思います。実は UE4 にもマテリアルノードっていうのがあって、ブレンダーと同じ感じで、ノードを使って、マテリアルを表示することができます。で、他にもポストプロセスっていう、ブレンダーでいうところのコンポジターみたいな後付けでエフェクトを加えるような機能があるんで、それでも見た目がめちゃくちゃ変わるんですよね。なので、それについても解説していこうと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価などお待ちしております。
質問も悩まずしてください。それでは、さようなら。